こんにちは。また見てくれてありがとうございます。今日は何を話そうかなと思っていたんですけど、たまたま来る車の途中の中でちょっとこれからの老後のことについて話してきたことで、ちょっとお話をしてみたいなと思ってます。私2人アメリカに子供たちいますよね。サンフランシスコとフロリダに。この間、今年の正月に息子のサンフランシスコのお家に娘たちも来ましてね、久しぶりに6年ぶりぐらいに会ったんですね。でもう久しぶりでしたのでね、孫たちと何かな、言葉も通じないので、ほとんど娘の孫たちは日本語が喋れるのであれなんですけど、息子の子供たちはもう全く英語しか喋れないので、6年ぶりに会ったので、私のことをこの人ね、ババだと言われてもなんかしっくりいかないようで、なんか私と一緒に関わることよりも孫たち同士で遊ぶようなことの方が多かったような気がします。私はでもとりあえずあんまり子供たちと一緒に接したことも、自分の子供ともあんまり一緒にいたことがないのでね、仕事をきりしかしてなかったので、孫たちと遊ぶとかどうやってやっていいのか、実を言うと皆目分かりません。で結局そのことが原因なのか何なのか、帰る際に明日も日本に帰りますよっていう時に、常にお酒を飲んでたので酔ってたというのもあるんですけどね。だから息子たちがね、夫婦じゃないんですけど、息子たちがね、私にね、お母さんはどうして言うことを聞かないんだって言うんですよ。私なんか言ったんかしら、そんな言うこと聞かないようなことって思ったんですけど、どうしてお母さんは人の言うことを聞かないんだって言うんですね。と思って、私なんか聞かなきゃいけないことしたのかしらって思うじゃないですか。でね、最後にお母さんはいつまで日本にいるつもりだって言うんですね。はとか思って、お母さんをアメリカに呼ぶつもりでいるのかなって思ったんですよ。お母さんは一生日本にいるつもりなんだけど、日本に行っちゃいけないのかなって思ったんですよ。だって聞いてみます？英語全く喋れないんですよ。もう昔で言う This is a pen しか分かりませんからね。いいですか？もうね、もともともう日本で育ってるので、日本以外にはもう無理なんですよ。でこれでじゃあこの年でね、息子たちの言うことを聞いて仕事も辞めてね、息子たちをサンフランシスコにいたとしたら、私はただの掃除婦のおばさんにしかならないんですよ。でまして孫たち、子供も言葉も通じないのに、アメリカになんか行ったらどうなると思います？ただ認知になってあの子たちに迷惑をかけるだけなんです。で私はもう全く最初から行く気がなかったのに、今回アメリカに行ってどうして人の言うことを聞かないんだって言われて、いつまで日本にいるんだって言われて、はっと思って、もう目が点になって帰ってきたんですね。でそれからしばらくして娘からまた電話がありましてね、スカイプがありまして、お母さんは全然久しぶりに会ったのに孫とも話もしない、遊びもしない、どうなってるのって言われたんですよ。いや、遊び方がわからない、接し方がわからない、これが私の現実なんですね。私でもそれでいいと思ってるんですよ。別に孫にこびる必要もない。息子や息子の嫁、娘の婿にこびる必要は全くないと思ってるので、いつも私らしさ、私自身を大事にしている人なのでね、それでいいんじゃないかなと思ってます。だから小さい時から子供たちに、お父さんとお母さんの面倒を見るためにあなたたちを産んだわけじゃないよってことはもう再三いつも言ってました。だからあなたたちは大きくなったら自分の世界へ羽ばたいて、自分たちは自分たちの中で暮らしなさいね。お母さんはお母さんの中で生きていくから仕事もあるし、あなたたちはお母さんの面倒は見なくていいよってずっと言い続けて育ててきたんですよ。そしたらうちの母親がですね、それを聞いてですね、前も言ったと思うんですけど、あんたそんなこと言ったらあんたの面倒は誰が見るのって言ったんですよ。はいと思って、私まだその時若かったから誰の面倒を見るかなんてそんなもの分かりませんけど、とりあえず自分の面倒は自分で見ようと今でも思ってる人なんですね。でよく患者さんでね、先生私ね、自分の娘3人いるんですけど、3人とも知ってた方なんですけどね、どの娘と一緒に暮らしたら私の面倒を見てくれると思うって聞かれたことがあったんですよ。はいって言ってね、すいません私ほらこんな人だから、そんなあなたの面倒を見るために子供を産んだんじゃないと思うから、いいんじゃないですか。3人とも産業で、その中でもし一緒に住んでもらいたい、もんでくれるっていう人がいたら一緒に住まれたらいいと思いますよとは、その時代のことですから言ったんですけどね、今もう本当になかなか大変な時代になりましたよね。
もう生前贈与とかね、子供たちにお金を生きてるうちにあげればいいとかって、税金が安くなりますよとかってやってますよね、国が。私はいつも年寄りのおじいちゃんやおばあちゃんに何を言うかって、お金は最後まで握ってるんだって言うんですよ。いいですか。絶対に生前贈与なんてとんでもない。もうお金だって最後まで握っている。でもし先生お金ない時どうするのって、バカだね。通帳にとりあえず何でもいいから、その時にお金あれば借りて1000万とか、とりあえずそのぐらいの金額を通帳に入れて、あとはまた返せばいいのよ。で返して通帳記帳しないの、そのまま1000万とか1500万ぐらいを、これだけあるのこれだけあるのって子供たちに見せなさいって言ってある。記帳しなくていい。だからね、もし何か私にあったら、この1500万なり1000万の通帳を見せておくから、あなたたちこれ勝手に使っていいからって言って嘘つきなさいっていつも言ってます。でね、あなたたちがその時にじゃあその1500万1000万のために子供たちがもし親の面倒を見たらですよ、ラッキーですよね。で死んだら通帳を記帳したら、何これ、何にもないじゃんお金ってなってもいいんですよ。別に頭を使うんです。で老後を見てもらうために頭を使わなきゃダメです。生きてるうちにお金を先に払ったら、あと何が起きても知りませんよ私はっていつもおじいちゃんおばあちゃんたちに言ってます。だから今ほらオレオレ詐欺とかお金持っていくでしょ。なんで自分の娘や息子のね名前をね、孫がおばあちゃん何かあってお金払ってほしいなんてありえないから、そんなことね。最後まで自分のお金は自分で握りつつ、自分の人生は最後まで自分のお金で生きる。でじゃあもし何か具合が悪くなったり介護保険使わなきゃならなくなったら、自分で選んだところに行って自分らしい老後を送る。これすごい私は大事だと思ってます。だからそのためにはどうしたらいいかというその前の努力もあるわけなんですよ。で中にはほらお孫ちゃんたちに面倒を見てね、もう私もそうですよ。うちの母親もうちの孫を見てくれたおかげに私は仕事ができたのでありがたいなっていうの本当にあったんですよ。でも後で分かったことに本当にもうね、これ本当に悲しいんですけどね、うちの母親はまあ皆さんもそうだと思うんですけど、うちの孫とを見ていれば老後は安全だと思ったのが根底にあるんですよ。心の奥底に孫たちを見ておけば私の老後は安泰で、いつか私の老後を見てくれるという根底にその奥深いそういうもの思いがあるんでしょうね。皆さんの心の中に必ずあるんですよ、見返りを求める。無償の愛じゃないんですね。その奥の底に見返りを求めるっていうのがあるんですよ。だからこれだけしてあげたらこれだけしてもらって返して当たり前、これありえないですよ。私は人生に見返りを求める愛はないと思ってます。すべて無償の愛でやってあげてください。ならば別に後で見てもらわなくてもいいじゃないですかね。だって無償の愛なんですもの。別にその根底にあって後で恩返してほしいとか、私がこれだけやってあげたんだからやって返してもらって当たり前なんてことはありえないわけじゃないですか。だから全て自分の人生やってあげるならば無償の愛でやってあげましょう。それなら私はね本当にいいと思うんですよね。でも最初からもう無償じゃなくて、これだけお金をね、じゃあ生前贈与でお金あげました。生きてる間に私のお金、家族のお金、夫婦で働いたお金全部息子たち夫婦にあげちゃってね、お家土地もあげちゃってねなんて絶対そんなことしてあげませんよ。もう最後まで自分の名義にしておいてください。死んだらどうせ息子さんたちのものに行くんで、ね、何も生きているうちに渡さなくても大丈夫。それよりも自分で握ってた方が絶対に見てくれます。これはもうね絶対完璧100%です。だけど先に渡してしまったら後で絶対後悔しますよ。もうそんなのばっかり見てきましたからね、本当に。でね、おじいちゃんとおばあちゃん、孫可愛いの分かります。いいんですよそれで。ただ孫はいつかは育つんです。小さい時可愛くておじいちゃんおばあちゃんって言っても中学生ぐらいになったら自分たちの生活がありますからね、もう当然そばには来ませんよ。来るとしたらお金もらう時だけね、お小遣いいいですか、それしかないんですよ。だからお正月だとお年玉しか来ないでしょ。もうねみんな世の中お金のために動いてるようなもんでございます。だけどそれはしょうがないですよ、お金のために動いてるの。だけどやっぱりおじいちゃんとおばあちゃんね、孫たちによく思われたいね、娘や嫁やみんなによく思われたいと思うじゃないですか。よく思われたいと思うからダメなんですよ。何にも思われなきゃ嫌なやつだと思われてもいいんですよ別に。私なんかそれだと思いますもん。だからもうそのサンフランシスコ帰ってきてしばらく経ってから娘からものすごい剣幕で怒られましてね、絵本一つを読んであげないね。
遊んでもあげない。何しにお母さんはサンフランシスコに行ったんだってものすごい剣幕で送るんですよ。はいと思って。でも娘怖いですからね、怒り出すと何を言ってももう言うこと聞かなくなるので、私がじゃあそのね自分のことしか考えてないってすごい怒るので、いやいやそんなことはないよって本気で思ってるんですよ。だけどお母さんは日本にいて、私ね、本当孫たちや娘たちに迷惑をかけない生き方は、老後を生き生きとして自分らしく生きて、ピンピンコロリで死ぬことしか目的ないんですね。私それしか思って生きてないんです、実を言うと。で、自分認知になって生きていきたいとも思ってませんから、お薬も飲みませんし、自分がいつも、ね、緊張感のもとに生活をしているので、認知にならないように努力しようと思ってるし、病気にならないように努力しよう、それ全部子供たち息子たちのためなんですよ。迷惑をかけたくないんです。自分の人生を人に迷惑をかけたくないんです。誰にも迷惑かけたくないんです。だから自分自身っていうものを持って、誰にもこびらず、誰にいいと思ってもらえなくてもいいから、私はそうやって生きてるんですね。何もだって嫌じゃないですか。なんでそんなこびなきゃならないんですか。こびるなんてありえないと思いません？私は本当にそう思うんですよ。だからあんまり気に入られたいと思ってないので、ズバズバ本当のこと言います。だからズバズバあんまり物事を本当のこと言うのでびっくりする方もいらっしゃると思うんですけど、いやでも人生それでいいんじゃないかなって私は本気で思ってるんですよ。でうちの母親がね、本当にうちの母親のために実を言うとデイサービス作ったんです。で、私孫も見てもらったし、本当によくしてもらったので、うちの母のためにデイサービスを作るんですけどね、これがね、すごい不思議な人生なんですよ。私がデイサービスを作るのをちょっと黙ってたんですね、あなたたち夫婦に。で、しばらく黙ってたんですけど、やっぱり建物ができ始めるわけなんですよ。そうすると、これは誰が建ててるのかって当然分かりますよね。そこから何百メートルしか離れてないので。そしたらね、私がデイサービスを作るって聞いた途端に、うちの兄が、俺は長男だからうちの母親を見る義務があるって言い始めるんですよ。はいって思って、今まで一回もそんなこと言ったことない人が、俺は長男だから母親を見る義務があるんだって、もう断固として譲らないんですよ。だからこれから俺は母親を見るから母親を連れていくって言うんですよ、自宅に。何を言ってんですかって、今までそんなこと言ってない人が何を言ってるのかって私もびっくりしたんですけど、それでね、しばらく経ってから私がもう断固として母は兄たちのところには行かせません。もう今までだっていろんなことあったの知ってますからね、母をそんな悲しいところには行かせられないと思って断固としてOK を出さなかったんですね。それででも年金だとかそういうものは兄たちに渡してはあったんです。年金とかその月々にもらうものは兄たち夫婦に渡して、もうとりあえずそうやってはやっていたんです。でも他にお金あることはしてたんですね、実を言うと。でもそのことは別に私はしてでも何も使うつもりもなかったし、母のものだしって思っていたんですよ。でも兄たちは知ってたんですね。でだから兄たち夫婦は私がデイサービスをすることによって母を完璧に引き取ることが嫌だったんでしょうね。それで俺は長男だから見る義務があるって言って、なんともう認知になってたじゃないですか。認知になってたんですよ。そしたらね、ある時おいでおいでって言って母を黙って連れて行っちゃいました。もうそれ以来私の家には帰ってこなくなっちゃったんです。でしばらく経ってから、もうでも私も本当に切なかったのでね、返してもらいたかったんですけど、ある患者さんがね、先生お兄ちゃんたちがね見てくれるって言うんだったら、先生それはいいじゃないのってね、先生も仕事も忙しいからお母さんの面倒を見るって大変だから、お兄さんたちが見てくれるって言うならそれはそれでいいんじゃないですかって、先生そう思って仕事頑張ったらどうって言われたので、そうだね、じゃあ今のところはじゃあそうするわねって言って、それから3年か4年ぐらい全く、だから兄たち夫婦は私に母を見せようとしませんでした。で兄たち夫婦の家にも私も行く気もなかったので黙って連れて行ったのでね、だからもう本当にそのまま母は兄たち夫婦に引き取られたままになっちゃったんですね。でそこからもう私のいない間に兄たちが全部金庫だとか全てのものを全部持ってっちゃったらしいんですよ。でそれは後から分かるんですけど、証券だとかいろいろあったものも全部分かるんですね。で貯金やなんかあったのも全部
持ってっちゃったんですね。でも私はもう見てもらっている以上は何も言えないので、そのまま黙っていたんですけどね。である3年後か4年ぐらい経ってからかな、あるケアマネさんからそっと私のところに連絡が来て、お母さんが施設に入ることになりましたっていう連絡だったんですよ。えって思って、なんでなんですかって言ったら、ある意味救護だったんですね。何かいろいろあったらしいんですよ。だから救護だから、普通の介護施設だと100人待ちとかなっているので、なかなかそんなに2人とも元気で、お嫁さんもいらっしゃいますからね、見ることは可能なんですよ。でそういうお宅っていうのはなかなかその救急で介護の施設に入ることはできないんですけど、救急で入ったんですよ。で入ったことを教えてもらったんですね。でその時に初めて入ってもらうことが分かったので、実言うとその施設を教えてもらったので会いに行ったんです、母に4年ぶりに。もう本当にもう涙がボロボロ出るほど、母が帰りたい帰りたいって言うんです、私のもとに。だから私も、お母さん何とかするからね、なんとかこの施設を出るように何とかするからねって努力するんですけど、兄が母の親権を譲ろうとしないんです。そうしないと出れないんですよ。で母の親権をもう努力しない、私がどんなに返してもらいたいって施設に訴えても返してもらうことはダメでした。もうダメなんですよね、そうなってしまうと。だから結局母はもうずっと施設に暮らすことになって、全く帰ってこれないことになって、で兄にも言ったんで、その時はもう兄に怒りました。なんで母を引き取って施設に入れたの、なんで私に了解もなく施設に入れたのってことも怒りました。でも兄はもう面倒見きれないからしょうがないっていう形なんですよ。それで母を施設に入れたんですね。でも私としたら、もう母が泣く姿を見て、もし私のところに戻ってこれないのであれば、施設にいた方がまだ幸せなのかなと思いました。なぜかというと、とりあえず衣類も着替えさせてもらって、お風呂も入れてもらって、ご飯も食べさせてくれるところにいるならば、でまして私も会いに行けるならば、それはその方がまだいいんじゃないかなって。で交渉をしたんですよ。施設に行って交渉したんですよ。返してもらいたい、私が面倒見ますから返してもらいたいって言ったんですよ。でもああいう施設に入ると難しいそうです。で兄がその親を見る親権をみたいなものを破棄してくれて、私に移してくれるならよかったんですけど、兄はもう絶対に母の年金とか全てのものを持っているので、母を渡すってことは絶対にしませんでした。だからそれも全てお金なんですよ。だから最後まで自分のお金は自分のために握っている、持ってる、これはすごく大事なことです。だから子供たちがね、お母さんたちが元気な時に、これからね、もしかしてね、認知に入ってどうなるか分かんないからお金の管理をするって言った時にはしてもらってもいいですが、やっぱりしっかりと自分のお金は持った中で管理をしながら生きてほしいなって思いますよ。で本当にうちの母ね、もう最後は施設で亡くなるわけなんですけど、病院で亡くなりますけどね、94で亡くなりました。で母親が前にも言ったじゃないですか、私をずっと役立たずって育てるわけなんですよ。その言葉が本当になるんですね。私は彼女にとって役立たずの人間になってしまったんです。そこなんですよ。彼女が生前言ってた言葉が役立たずと言って私を育てたおかげに、母にとっては私は役に立たない子になってしまったんです。でもね、本当に亡くなってね、お葬式が終わって最後になんていうのかな、お骨じゃなくてまだ焼き場に行く時にですね、母を私の写真を私の車の隣に載せたんですね。その時に母が喜んだんですよ。本当に私ね、ほっとしました。その時に母ね、魂になってやっと落ち着いたんだなって本気で思いました。でその時にお母さんよかったよねって、ありがとうねってお母さんにしてもらったことは本当に一生忘れないよって本当に思いましたね。ありがたかったです、本当に。で亡くなった時に私の車に写真だけなんですけどね、笑ってる母の姿が私の心の中にふわんと出てきたんですよ。私ありがたかったなと思って、母の人生を学びね、母が今まで私に教えてくれたもの全部学び、今があると思ってます。
だから私は母の学びを学んでいるので、老後は子供たちに面倒を見てもらえないのも母の学びなんですよ。全てが母が生き様を見せてくれた人生が私にあると思ってます。だから誰かを頼ると誰かの人生になってしまうんですよ。私は皆さんにそんな人生を生きてほしくないんです。本当に最後まで自分自身の力で、自分で元気で、ピンピンコロンになるための努力をしてほしいなって思ってます。だから孫を見ちゃいけないって言ってるんじゃないですよ。いいんですよ、孫さんのために楽しい人生を送ってもいいんですよ。だけどその糧にある、そこにあるものが無償の愛じゃなくて、これを見てくれることによって私の人生が、あと老後が楽々って絶対に思ってはいけませんからね。もう子供たちは、孫たちはどうでもいいですけどね、息子さんたちもお嫁さんたちもいますので、みんないろんなことを考えてるので、やっぱり自分の老後ね、だって認知になったら面倒くさいですよ、本当に。私認知のおばあちゃんたちもいっぱいしてるし、年取ったらね、具合悪くなったら本当に切ないのは分かりますものね。だからでも健康でいることがまず第一なんです。だから健康でいるために皆さん努力しましょうって今から言いたい。だから今これ発信してるんですよ。人生というのは最後までわからないんです。だから最後までわからない人生をどういうふうに生きるかは、自分が本当に病気じゃなくて生き生きと生きるってことはすごい大事だと思ってます。だから私はこれをみんなに伝えたいんですよ。私もキラキラしてますけど、いやいや、このキラキラは自分の老後を子供たちに面倒見せない、自分らしさを生きたい。だからこういう生き方になってるんですね。だから皆さんね、本当にお金持ってればいいなんてもんじゃないですよ。オレオレ詐欺に取られちゃうかもしれないからね。もうそれは無償の愛じゃない心があるから、孫に何かあったら困るわと思って払っちゃうわけでしょ。これありえない、ありえない。もう何があっても孫たちは大丈夫、自分のね、そう言っていた方がいいですよ。最後まで自分のお金は握ってましょうね。で、いいんですよ、握ってなくても使っちゃっていい、使っていいんですよ、使って。でもね、もう子供たちや孫たちにお金あるの、おばあちゃんお金あるのよってみんなに言うの。お金あるって言ってみんな見てくれるから。本当だよ、嘘じゃないよ。で、ピンピンコロリでね、元気でいればね、誰もね、息子さんたちだってね、お母さん生前贈与してね、孫たちにね、俺たちのね、お金出してくれよなんてね、そんなこと言っちゃいけませんよ、本当に。もう出してもらわなくてもいいと思います。奨学金だってあるし、これから今子供少ないしね、学校のお金だってみんな払ってくれるかもしれない、国がね、なんとかしてくれるかもしれない。で、ましてね、申し訳ないけど、この間も言ったけど、これからどんな人生来ると思います？ただ頭がいいなんけな、頭が良くて大学なんか出たって何の役にも立ちませんよ。だって AI いますからね。そうじゃないんですよ。もっと子供たちが学ばなきゃいけないのはこれからの人生の学びなんです。いろんなことを経験して、いろんなことを思って、いろんなことを考える人生、これ大事なんですよ。こういう子供に育てることがこれからの人生、生きていく糧になるんです。で、おばあちゃんたちも私たちも年齢的そうですよ。自分の人生を自分の息子や嫁に任しちゃダメなんです。最後まで自分の人生は自分のものなんです。だから生き生きと老後のためのお金を貯めて、自分らしく生きる、自分らしい楽しい人生を送る、これすごい大事だと思いません？孫のお金を出したら見てもらえるなんてとんでもないですから。嫁は他人、いいですね。いいお嫁さんもいますよ。いますからね。それはごめんね。でもさ、いいお嫁さんだって、私自分の母親だってそうですけど、認知になったら一緒に話してもあんまり楽しくなかったですよ。でもね、施設に行く時はね、おばあちゃん母にね、もう手を握っていつもね、鼻吹きながらね、もう鼻出るんですよ。鼻吹きながらティッシュでお母さんねっていつも愛情を込めて会いに行ってましたよ。もう歩行訓練もしましたよ。もう歩けない母親を車椅子からパタッと起こしてね、歩けよって言ってね、運動もさせました、本当にね。だからまた歩けるようになろうね、頑張って元気にいようねってずっと言ってました。でもね、施設に入ってからかな、でもね、なんだかんだでね、10年は生きたんです。だから認知に入ってから10年、94か94かなで亡くなったんですよ。でも本当に最後まですごい人だったんでね。で、施設に入った時に途中で施設変わったんですよ。新しいきれいな施設になってね。だったらきれいな施設になった時に母にね、お母さんよかったね、こんなきれいな施設に入れて言ったら、母がね、助かったんだよお前って言いました、私に。そうなんですよ、もうね、私も嬉しくて、きれいな施設に入ったので、もうだからもう本当に施設に会いに行く時にもう本当嬉しくって、もう本当手握りながら、車椅子の上に手握りながらね、ハートの部屋を握って、頑張ろうね、お母さんいつまでも長生きしてね、お母さんが長生きしてれば私がいつでも会いに行けるんだよって言ってた矢先にコロナがあったんです。
でコロナになった時にね、もうコロナの注射してないと会えなかったんですよ。で私はコロナの予防接種本当はしたくなかったんです。もう一回もあんなものしたくなかったんですよ。でもね、コロナの予防接種してないと母に会えないって分かったので、しょうがない、2回ほどしました。もう1回すればいいって言って、いやもう何回も本当は3回しなくちゃいけなかった、あの当時まだね。でも2回でやめました。もうね、やるとね、心臓がねバクバクするんですよ、あれやると本当に。でその後なんかね、ちょっとね、自分がねおかしくなる感じが本当にあるんですよ。だけど母に会うためにはコロナのワクチンやらなきゃいけないとなれば、それだけのことは言いましたよね。で母が施設の中でどういうふうになったか詳しいことは知らないんですけど、それは後で知ったんですけど、母がコロナになってから、コロナになる前だ、怪我をして大腿部の頸部骨折をしたっていう時があって、結局90いくつだったので入院、一応病院に行ったんですけど、手術もできないからってそのまま施設に戻されてきたんですね。で大体施設にいるともうそうなるともう寝たきりになってしまうのが普通なので、私は施設長と施設の管理のお医者さんと面接をさせてくれって行きましてね。でとりあえず施設長、管理者、それから施設を担当しているお医者さんにお会いしまして、とりあえず私、整骨院やってますから母の足を見させてもらいたい、毎日治療に行きたいんだっていうことを訴えに行ったんですね。そしたらそれはできないって言って断られたので、言ったんですよ。施設やってますから、施設っていうとどこどこか分かりますから、心ある施設をしてほしい、心ある施設になってほしいと。で見る側はやっぱり淡々と仕事として見るんですね。そうじゃない、見てもらう家族としては、自分の親は本当に温かく見守ってほしいと思ってるんです。私自分のデイサービスね、私自分で本当に頑張ってると思うんですよ。だけどいろんな法律があったり決まりもあって手出しできない時もあります。手出しできない時もありますけど、おばあちゃんおじいちゃんの手を握ってね、頑張ろうね、今日はあれやったんだね、こうなったんだねってことはいつも言ってます。で母がもしこのまま頸部骨折をして、大腿部の頸部骨折をしてこのまま寝たきりになるのは私は許さないって言ったんですね。もし私が見れないのであればそれはしないで車椅子の生活に戻してくれって言って、そうしましたらね、お医者さんがとっても感動されて、こういう考え方もあるんだねって言ってくださって、施設の管理者もあなたの考えを担当医の先生が本当にびっくりしたとおっしゃったっていうことを後で聞きました。本当に訴えに行きました。うちの母を寝たきりにしないでくれ、うちの母をまた車椅子の生活に戻してくれってお願いしに行ったんですね。そしたら本当にその通りにしてくれたんですよ。だから本当に最後は車椅子まで行ったのでね、また歩くことはできませんでしたけどね、また車椅子に座らせてもらって面会もできて寝たきりにならないで済みました。で最後はやっぱりさすがに病気、もう物が食べれなくなったのでね、もう最後なのでね、それは仕方ないなと思います。だから施設の方にはありがとうって今も思ってます。私の言う通りにやってくださって、私の思い通りにやってくれてありがたいなと思ってますよ、本当に。だからなんていうのかな、最後まで人間の人生というのは分からないので、本当に元気で健康で歩いて運動してね、自分のお金は最後まで握って誰にも渡すことなく、お金持ってるって頑張ってね、で無償の愛で孫は見、無償の愛で家族に接し、何かあった時にもし見てくれたらですよ、感謝ですよ、ありがたい、見てくれてありがたいと思ってね生きたらいいと思いますよ。私はもう最後まで絶対に子供たちに面倒を見させたくないっていうのがもう本当に最後まであるのでね、だからどんなに娘たち息子たちにお母さんは言うことを聞かないと言われても大丈夫です。もう一生言うことを聞かないで頑張ろうと思ってます。もう本当に今もうずっと言われますからね、言うこと聞かないよね、人の言うことどうして聞かないんだって言うから、いやいやあなたたちの言うことを聞いたら大変な目に遭うからって思ってますよ。私は日本にいて日本人としてみんなとね一緒に日本人らしさをみんなに訴え、みんなでピンピンコロリになるための努力をするよ、頑張るよって言い続けて、自分もピンピンコロリでねこうやって YouTube 出しながら、まだずっと先だと思ってますよ。ずっと先だけどね、ピンピンコロリですね、コロッといけたらいいなって、1回コロッと行ったけど行かなかったんで、だって行かなかったよ、2回も行ったけど行かなかったから、3回目行くかもしれないけど、もし3回目行ったらごめんね。でも行かないと思うよ、私。まだ大丈夫、行かされてるのは意味があって行かされてるから大丈夫、行かないと思うけど、でも最後まで、もし100まで行ってもピンピンコロリで行きたいなって
思ってるので、皆さんも頑張りましょう。一緒に、私と一緒に頑張って。お金は大事にね。でも絶対に渡すなよ。いいね。これはね、訴えたい。もうね、それでいいの。嘘でもいいから何千万っていう通帳を作ってさね、見せとこう。嘘でもいいの。さあ、あとね、記帳さえしなきゃ分かんないから、もうどうでもいいの。カードで使っちゃえみたいな。いいでも何かあった時に、ちょっとだけお金を残してこないとやばいから、で300万ぐらいはあればね、で生命保険もいらないから、生前の生きているうちに亡くなった時にお金もらうお金なんて何がいるのって、現金さえ持ってる何の役にも立たないわよ。保険もいりません。何にもいりません。生きているうちに楽しみ、自分の行きたいところに行って、美味しいものを食べて、旅行をし、生き生き、ね、そのために努力をし、そのために運動をして、健康になって、生きているうちにお金を使いましょう。誰にも迷惑かけませんよ。自分のこれですから。そしてね、ピンピン、もうお母さん本当にみんなにも言うこと聞かないになって、とんでもないよね、当たり前じゃないって言ってね、言うこと、娘は向こうたちの機嫌を取るんじゃなくて、機嫌なんか取る必要ないの。何にもいらないの。自分らしさを表に出して生き生きと生きていれば、誰に文句言われる筋合いもないですよ。そう思いません？もうお父さん、私なんかもう好き勝手に生きてますからね。もう今回結婚するなんて言って唖然としてますからね、2人は。でもお母さんの生き方だから、別にね、経済的に誰にも迷惑かけてないし、自分らしさを生きているのに何を文句言われる必要があるんですかって思いません？だから息子たち夫婦にもね、お嫁さんにもいろいろ言われても、平気平気って自分らしさ、迷惑かけてないんだったら、何にも好きなようにしていいの。好きなように生き生きと生きましょう。これが私の生き方。だから皆さんもこうやって少し私の生き方を、いいね先生、その生き方と思ったら頑張ってみません？まずでも健康が一番ですよ。もういつも言ってるけど、お水飲んでよ、カルシウム飲んでよ。これ大事だからね、本当に。今日本当はね、ダイエットのこと話そうと思ってたので、ほら45キロじゃないよ、85キロになって、それから35キロぐらいダイエットしたのを今日運動してね、それはまたこの次の放送されるんだよね。放送されるけど、それ見てから今度ダイエット、年を取って更年期以降のダイエットをうまくしましょうっていうことをお話しします。本当は今日それ取る予定だったんだけど、今日なんか突然その話になった。で、まあいいや、これは今日はこの話でね。で、孫たちに媚びを売るんじゃないよ。嫁さんにも媚びを売るんじゃないよ。息子にも媚びを売るんじゃないよ。いい人だって思われなくていいから、全然いい人だって呼ばれなくてもいいの。無償の愛で与える愛ならば、いくらでもやってもいいからね。根底の中に私の面倒を見てねっていうことさえなければ、何やっても十分だから。私ね、日本に帰ってくることで子供たちに使うよ、お金しょうがないもんで、来た時に美味しいもんいっぱい食べさせるね。だからもうそれでいいんだよね。そこで尽くして、だけどあと尽くさなくていいからいいじゃん。遠くにいるし楽だ。本当にもうずっとそばにいたいとは絶対に思わない。もう結婚と一緒だね。もう結婚もずっと一緒にいたいとは思ってないから、私らしさの結婚ね。道具も私らしさ。それね、一つ一人みんなね、私らしさでいいと思うよ。いろんな人たちいろんな考え方あるじゃん。私らしさを最後まで持って、でご親族と長い間一緒にいる人はさ、とりあえずご親族見送るまで頑張ろう。でそれしょうがないよね、夫婦一緒にいるから。でもご親族から先に死ぬとさ、ご親族残すとかわいそうだから、一人だと。もう男の人先にね残すとね、女の人先にすると男の人本当にかわいそう。ずっと奥さんに依存して生きてるから、文句言っててもね。だから依存ってのは一番怖いの。何に依存してもダメね。だから頼れるのは自分自身。これすごい大事だよ。言い続けたい。これはね、私の YouTube でも絶対の言い続けたい言葉だから。50代60代70代80代だから、40代ぐらいからコツコツ自分らしさを持つ生き方をしていたら、40代50代60代70代80代になっても自分らしさを持てるから。誰の依存もいらないの。自分らしさを生きていれば誰にも迷惑かけないの。当然でしょ。だって誰も頼ってないんだもん。媚びも売らないんだもん。私なんか有名だからね、媚び売らないって。もう誰にも媚び売らないわよ。もうね、だってよく思われたいなんて全然思ってないから。私いいの誰からも平気だって。自分らしさ持ってるのに誰からも何って思うでしょ。だからね、私も今度結婚する人に媚び売らないよ。本当にマジすごいからね。本当は66で定年するって言ったら、何言ってんのって。あなたは70で会社に大事にされてるの。あなたがいなくなったら本当に会社は困るの。もし75まで働いていって言ったら、働いてと言ってますからね。そこいい。お互いに個人お金は大事にしましょうね。働いて自分のお金になりましょう。年金だってこれから先どうなるか分かりませんからね。
自分が働いてさえ健康で元気でいたらいくらでも働きます。頑張りましょうね。はい、また会いましょうね。最後にチャンネル登録、いいね、よろしくねって書いてありますね。もうこれ言う時はいつも下向いてるからね、分かってね。はい、じゃあまたみんな元気でねって、健康でいようね。はい、またね、元気でね。